ね、強い。っていうか、なんかその、多分今後伸びます。今後剣のね、伸ばしどころだと思う。この辺が相当有益な情報だね。あとはね、これ、地味に知らない人絶対多いと思うんですけど、はい、おはようございます。さあ、久しぶりのミリオンダラ。量が多いんで、ちょっとまあ、厳選してやっていこうかなと思ってます。剣使い必見みたいな感じになってますけどね、現状ね。じゃあどれからいこうかな。まあ、細いんですけどね。てか、これはまあ、ちょっとフロートなんかいいのないですかっていう。もちさんと当たった時に結構フロートに困ったんで、フロートなんかいいのないですかっていう。まあ、こんな感じで。フロート結構だるいんですよ。で、これの答え。俺は自分でタッシュギックいいんじゃないかなと思ったの。こうやって寄ってって。まあ、これでもいいんだけど、ちょっと離れてるところだと、まあ落ちないわけで、これぐらいのね。これぐらいの距離はね。ここは弱流尾だそうです。はい。弱流尾で落ちると。これ、結構剣使いの人たち、でかいんじゃないかな。地上だけだとやりきれないから、向こうもどっかで浮くんだよね。そこ弱流尾見てから弱流尾で、枯れるとのことです。これはすごいいいね。これ多分剣使いの人あんまやってないんですけど、てか俺は少なくともやってないんですけど、まあ、よくあるパターン。これ。こういう状況ある。この状況ね。投げに行ったらバックジャンプされます。これが、落ちますよっていう話。実はね、バックジャンプ、ダメなんですよ。そう。やってなかったんだけどね、俺も。これでもあんまやってる剣使いまだいないんじゃないかな。どうなんだろう。俺は、マジかってなったな。DJ のジャンプ中キックみたいに、リーチが長いと、ダメなんだけど、多分ね。普通のキャラは多分これで落ちます。ちょっとむずいけどね。相手が技とか打ってくれてるとさらに楽になるのかな。こんな感じで。で、昨日も結構見したんですけど、こいつは結構、なんか今後ね、このゲージの使い道が結構見るんじゃないかなと思ってるんですけど、波動が隠んない場所でも、これなら隠るっていう。強いと思うんだよな。これね、波動じゃダメなんだよ、ただの。全国の剣使いの皆さん、波動じゃダメなんですよ。これだけ入る。間に合うんだよね。多分なんだけど、理由が、先生が言うには、位判定が、ソニックの位判定が結構前に出てるらしくて、終わり際に。その出てる位判定にこの SAE が刺さってるらしい。貫通する波動より疾風の速い。そう。そういうことらしいよ。これね、強い。っていうか、なんかその、多分今後伸びます。この OD 波動陣雷は、今後伸びますね。ガイルとかだけじゃなくてもさ、長い牽制のっていうのはまあ言ったと思うんだけど、長い牽制技持ってるキャラとかにも、当たった時だけ出る波動。ガードだと出ないから、これ。こういう感じで出ないね、ガードにはね。いいよね、これね。こんな感じで、ガードだと出ない。当たった時だけ出る。まあ単純に OD 波動のリターンが上がる、めちゃくちゃ上がるから。しかもこれ、100% で入るからね、陣雷。相手が OD 弾の場合、どうなんだろう。それは考えたことなかったな。ほんとだ。OD 対決に勝てるんだ、これ。でかっ。これ強いね。まあ、タイミングがシビアだけどね。気持ちこっちが後出しぐらいの方がいいの。これ強いよ。この先生も知らないんじゃないかな。これもね、多分ね、今後剣のね、伸ばしどころだと思う。正直。この OD ハード陣雷は。これかなり強いと思います。ゲージ2本吐いて、生で SA2 を当てれるチャンスが巡ってくるっていうのは、むちゃくちゃ強いと思う。あとは、これもちょっと細かい。これはちょっと細かいんですけどね。まあ、応用なんですけど。中央の対空でも、入るよっていう。端だけじゃないよっていう。まあ、これちょっと調べればわかることなんだろうけど、俺は知らなかった。中央でも入るよっていう。まあちょっと OD 陣雷をディレイかければ、距離が取れてダメらしいんだけど、まあ、近ければ入る。俺もまあ、できたら強いよね。狙いたい。この辺は相当有益な
情報だね。あとはね、このぐらいの、ちょっと端を前に出た時に OD 勝利を当てると、多分これ投げが埋まるっぽいですね。うん。こんな感じで、ちょっと画面中央よりも、キャラが後ろにいる場合は、あれもうちょいかこんぐらいかなもうちょい端近くかなごめん。もうちょい端近いかもしれない。俺が間違えてるかも。こんぐらい端が引っかかればいい。端に相手が到達すればいいっぽくて。あ、これだね。これぐらいっす。これぐらい。これぐらいからだったら、OD 勝利の後に置き攻めができますよっていう。で、あとね、そうだ。詐欺シリーズ。詐欺シリーズなんですが、マノン相手には SS3 の後に召喚が詐欺ですよっていうことですね。うん。ただこれジャスパされちゃうんですよ。要は詐欺なんで、綺麗に重なってるんで、ジャスパの的でもあるから、まあ、そういう時は、走ってって投げたい。で、走ってって投げたいなーっていう時に SH が来てたら弱小竜打ちましょう。こうなります。パリーが怖いから投げに行きたいなー。勝利。そうです。まあ、遅らせてショーパンでもいいよね。遅らせてショーパンでもいい。とにかくなんかこう、ちょっと、最速コード以外をやってた場合は、昇竜で抜けて、これでいいそうです。要はね、他のエッセイ、これ、要は10フレ詐欺らしくて、例えばですね、リリーとか、リリーの1とか、残儀の2とか、まあ、要は発生遅い系の SA には詐欺入れますよって。10だけ。10からいけるそうです。そう、10フレキャラなんで、まあ、10フレキャラはこうなるよと。うん。ただ、昇竜で買わせるのはマノンとか、ぐらいなのかな。なんか、それも結構ね、細かく説明してくれてたんだけど、これもちょっと細かいんですけど、転生客。まあ、普通の OD 無敵は、基本的に、召喚で停止してもダメなんですよ。食らっちゃうんだけど、チュンリーとブランカの無敵だけは、投げだったらかわせますっていうことでした。これみんな知ってんのかな俺は知らなかったんだよね。リーチ短い系は投げでいけるっぽいですね。召喚だと食らうけど、まあ先にたいときはこっちでやろうっていうことやね。他にもね、いろいろとこの辺の詐欺連携は、わらきや先生がまあ補足してくれると思います。で、これ、地味に知らない人絶対多いと思うんですけど、ちょっとじゃあ見てください。神竜烈波で、プラス15。プラス15。なわけですよ。これで、プラス21。CA は21なんですよ。あ、知られてるこれ。俺知らなかったんだよな。マジか。まあ、これにすると、置き攻めに行けるようになる。なんか投げ空振りとかしなくても、普通に置き攻めになるよっていう話。あ、有名なんだから、これ知らなかったわ。こんな感じで、普通に攻めに行けちゃうよっていう話。で、じゃあ最後ですかね。ちょっとね、他にもいっぱい細かいネタあったんですけど、ちょっとこれ、量が多すぎて。この中盤強靭大 EX 劉備っていうのが、どうも相当減るレシピっぽいな。先生、これむずない？これ入るらしいんだけど。むずっこれ入るらしいよ、でも。むずいよ？先生、むずいよ。先生！あ、入った、ようやく入った。むずい。ちょっと待って、これはむずいな。ああ、結構引きつけなきゃダメだね。この辺がね、実戦でできるとね、だいぶ変わると思うんだけど、むずいんですわ。
まあこれを中盤とかで一歩勝ちできたら、まあこれで頑張って拾うっていう。いやこれでもね、むずいんですわ、言うて。リターンはあんだけどね。これがなできればな強いんだけどなラーマンが言ってた。これ強いね。ただ、まあ、その普通の飛びだった時に多分勝利が出ないんだよ。こっちのコンボを意識しちゃうと。ただ、一応勝利に普段は保険かけといて、明らかにこっちが多いなっていう時だけ、これ見てたら結構、いいと思うんだよな。毎回、昇竜まで入れといて、普通の飛びだったら、そのまま昇竜にする感じなんじゃないかと思うんだ。そう、まあね、そう、だからこれね、ちょっとね、できるんだったら、OD 昇竜とか、普通の昇竜で、まあ安定かなという気がする。ただまあ、入力がね、必要ないっていう点が、あとまあ一応リターン出るよっていう。まあこんなとこですかね。細かいあれは、先生が多分補足を上げてくれるとは思うんですけど。エンジンで代用、いけるんじゃないですか？いけますね。全然これでいいかもね。芸術使う必要ないかも。あれなんならこれで位置入れ替えていいんじゃね？橋が近いときこっちの方がいいかも。自分が橋背負ってるときは、こっちの方がいいかもしれない。あ、でも距離によるのかな。この辺だと。ごめん、こっちの方が減るわ。これ減るなぁ。